こんにちは。X-Wing Crypto TV のふみです。いつもありがとうございます。本日はついに待望のマーケター第3に登場いただいて、今世界中で流行っているテレグラムについてのマーケティング方法であったり、そもそもテレグラムっていうのはどんなものかなども含めてお話をいただこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい。じゃあ、簡単にですね、大君に、自己紹介をお願いできたらなというふうに思ってます。では、お願いします。はい、こんにちは。X-Wing の大と申します。私はですね、我々 X-Wing のコンセプトとなる、DCOM の形態でチームに参加しておりまして、主にマーケティングの側面で X-Wing を盛り上げようと、頑張っているところでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大さんと私、ふみさんは、実は小学校の時からの大友人で、25歳の時でしたっけ？それぐらいですね。で、約束したことがあって、で、一緒にいつか仕事ができたらなということで、約束をして、それ以来、ちょうど一緒に英語を再び勉強し始めたのが25歳。で、朝4時から神谷町のロイヤルホストに行って、英語を勉強してたというのを今でも覚えてますが、そうですよね、大君ね。そうですね。あれが我々のなんていうんですかね、社会人での、勉強の始まりだったっていうか。いや、良かったですよね。やっぱりあれが契機になって、勉強することの大事さとか、それから、いろんなことを挑戦することの大事さっていうのは本当分かって、それ以来もうずっといろんな観点で勉強させてもらってるっていうのは事実なんで、やはり勉強っていうのは改めて大事かなっていうふうに今更ながらに思ってます。ではちょっと本題に入らさせていただいて、まずですね、今日テレグラムということで話をしていただくということなんですが、そもそも今日本でテレグラムっていうのはそんなに流行ってないですが、グローバルでは流行ってますよね。で、テレグラムってそもそもどんなものかっていうのを少しお話しいただけないでしょうか。はい、了解しました。まずテレグラムなんですけれども、2020年12月時点で、ユーザー数が5億人に迫るインスタントメッセージアプリになっています。5億人、世界で5億人ですか？5億人ですね。で、これ、ウィキペディアなんですけれども、歴史としては、ロシア人のニコライ・ドゥーロフさんという方と、バーベル兄弟という方が2013年に立ち上げた、アプリになってまして、現在、テレグラムメッセンジャー LLP っていう形で、ドイツのベルリンに拠点を置く、非営利企業が中心になっているようです。なるほど。ロシアの方が作ったってこと、意外と知られてないですよね、テレグラムね。知られてないですね。なるほど。で、ですね、対応している、OS という意味でいくと、Android、iOS、Windows、MacOS とか、数多くのプラットフォームに対応してまして、私自身も iPhone、それからデスクトップっていう意味でいくと Microsoft の Surface、それからいろんなウェブブラウザですね、から使用をしています。なるほど。概要としてはそういったところになりますかね。なるほど。そのテレグラムを、使用するメリットがあると思うんですよね。急に最近増えてきていると思うんですが、どんなメリットがあるんですか？そうですね、テレグラム使用することにおけるメリットっていうのは多数あります。そんなにあるんですね。まずですね、テレグラムのサーバー自体が、容量が無制限になってるっていう点ですね。容量は無制限。それはどういうことですか？ごめんなさい。他のいくつかのインスタントメッセージアプリとは異なって、そのデータが使用者の
各端末上ではなくて、テレグラムのサーバー上に保存されます。へえ。それによって使用者は通常のチャットであれば、アクセスするデバイスを切り替えてもですね、即時性を持ってデータを利用できるというメリットがあります。なるほど。で実際に私もですね、複数の端末でテレグラムを使用しているんですけれども、うん。片方で実施した操作がもうすぐに片方の端末でも反映されるので、うん。これすごい早いなっていうふうにちょっと驚くようなこともあります。なるほど。へえ。あ、そうか。データがテレグラムのサーバー上で保存されてるんで、どのデバイスから、アクセスしても、同時にアクセスできるというか、同じ情報が入ってるんで。ああ、なるほど。それからですね、うんうんうんえうん。ーっと、そのデータがサーバー上で管理されているからのメリットなんですけれども、うん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 。テレグラムだけではなくて、日々、皆さんがインスタントメッセージアプリを使用する中で、うん。誤送信の削除とか、あと、うん。以前発信したメッセージの内容の変更とかですね、うん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 。そういったものが必要になるケースがあるかと思うんですね。うん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 。で、テレグラムであれば、発信者が自分の端末で削除、変更などの操作をすると、うん。それはサーバー上のデータを置き換える形になりますので、うんうんうん。すぐに相手の端末からの表示にも反映されると。うんうんうんそれなんで、よくやりがちですけど、誤操作とかですね、誰しもあることなんで、この辺の修正、削除がすぐできるっていうのは本当に便利な機能だなというふうに思います。へえ。いや、私もなんで、LINE とかの修正ができないのかなっていうふうに実は思ってたんですけども、これを使い始めて、急に修正が簡単にできるっていうのは僕驚きだったんですが、そういうロジックがあったんですね。サーバー上の自分のデータを書き換えるという作業で簡単に修正ができてしまう。これ間違いなくめちゃくちゃ便利ですよね。これは本当に便利ですね。ああ、なるほど。意外と送っちゃって、あれやべえっていう風になって削除するしかないみたいな、そうそうそうそんなそう。感じはありますもんね。はい。ああ、なるほど。それそれかからですね、らなんかはい。他の機能で優れているところでいくと、うんうんうん。どんなファイル形式の送信にも対応しているっていう点があります。それは具体的に具体的にいきますと、おうん、使いのインスタントメッセージアプリによっては、うんうん。あるファイル形式の、送受信には対応してないとかっていうケーなるほど。スがあると思うんですね。うんうんうんただ、うんうん。テレグラムであれば、そのような、ことはなくて、どうんのファイル形式にも対応していると。イコール、うん。我々でいけば XMIN のような、うん。ビジネスというかですね、うん。プライベートレベルではない、うん。ユース、使用用途、なるほど。そういったものに、適しているというふうに考えることができるかと思います。なるほど。ごめんなさい。ちょっとその辺もう少し噛み砕いて教えていただきたいんですけど、どういうことですかね？そうですね。例えば うん。Windows で行くと、うん。PDF、それから Office で Word、うん。Excel、PowerPoint、うん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 。その他イメージファイルですとか、ビデうん。オ、ムービーファイルですね。うんうん。そういったいろいろなファイル形式のものあると思うんですが、なるほど。Telegram はどんなファイル形式でも送信に対応していると。なるほど。すごいですね。いわゆる、メールに近いっていうイメージをメールに使い、添付していろんなものを送れるっていう、そんなイメージなんですね。そうですね。はい。へえ。ということは、先ほども言ってましたけど、やっぱりパソコンで使うことにメリットっていうのも大きいですね。パソコン上にテレグラムをダウンロードして、パソコン上で使うということも大きいですね。いやー、非常にそれは大きいと思いますね。私も、うん。後ほど、また、インストール方法ですとか、そのあたりもご案内をしたいと思うんですが、うん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 。Windows 10の、マイクロソフトのサーフィス上で、Windows 用のアプリをダウンロードして使ってるんですけれども、はい。非常に使い勝手が良くて、なるほど。使い始めて2ヶ月ぐらいなんですが、うん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 。もう、テレグラムなしでは生活できないっていう、そんな感じですね。本当ですよね。朝、お互い4時とか5時に起きるんですけど、おはようから始まってテレグラムが4時からっていう。そう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 。
いや、これは便利ですよね。ありがとうございます。それ以外になんかメリットみたいなとこってあそうですね。りますか？はい。はい。えーっと、まあ、言ってもですね、テレグラムって、先ほどおうん、伝えしているように、インスタントメッセージアプリですので、うん。日本で言えば、一番、皆さん使ってらっしゃるのが LINE だと思うんですけれども、はい。はい。テレグラムも同様に、その機能としてはチャットで、コミュニケーションツールとして使う形になります。なるほど。で、グループを使って複数人で情報共有を行うことができるんですが、うんうんうん。そのテレグラムのすごいところの一つで、その一はつグループを作ると、あ。うんうんうん。最大で20万人まで参加可能になってるんですね。え、グループ作ると20万人ですか？はい。はあ。で、これは一つのグループで一つのもう社会が成立してしまうレベルだと思えるんですけれども、ですよね。これはですね、やっぱりはい。管理者の設定次第ではあるんですが、うん。データがテレグラムのサーバー上に存在するので、なるほど。こういったことが可能になっていることと、うん。それからやはり同様にサーバー上に存在するっていうことで、途中から参加したメンバーも、うん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 。過去のメッセージとかファイルに遡って確認することができるっていうのがありまして、なるほど。ほうええほうほうほう。この辺非常に優れてるかなと思います。ああ。いや、例えば LINE だと、過去のメッセージとか見ることできないですよね。だそうですね。からグループを組んだとすると、全員がグループに参加したみたいな、確認が取れるまでメッセージを送れないとか、あそういうこあ、はい。とはありますよね。ありますね。へえ、これは便利ですね。うそん。の、これもまたで別途ご案内をしたいと思うんですが、はい。そのグループ最大20万人参加可能っていうところうん。を生かしてですね、うんうんうん。テレグラムでは、様々なマーケティング活動っていうのが行われています。なるほどなるほど。で、そのグループの、主催者のみ、情報を発信していくっていう機能もありまして、ああ、ほうほうほ要は、なんていうんですかね、一方通行の、マーケティングツールとして、使っていくってこともできると。う。なるほど。当然双方向っていうのもあるんですが、うん。両方活用していくと、非常に有効なんじゃないかなというふうに思います。今、クリプトとか暗号資産の領域っていうのは、テレグラムがもう主流になって、ツイッターとテレグラムは基本的に主流ですが、バイナンスも何個かやっぱり種類があって、バイナンスアナウンスメントっていうテレグラムのグループがあったりするんですが、その場合はバイナンスが何かアナウンスをしたいことをバイナンス側から発信するというようなグループ。そんな認識ですよね。まさにそうですね。はい。一方では、みんなが、例えばパンケーキスワップ、非常に盛り上がっているんですけど、パンケーキスワップのグループ、何万人いるんですかね、20万人近くいるのかな、確かですね。20万人近くかな、確かですね。ちょっとごめんなさい、定かじゃないんですけども、やっぱりみんながわさわさわさわこう発信して、なんか楽しいグループだな、なんていうふうには思ってますが、X インもまだちょっと少ないんですが、グループもあります。なるほど。それ以外になんかこう述べておきたいもの、メリットみたいのって何個かありますか？そうですね。その今お伝えしたチャットですよね。チャッなるほど。トにも2種類、用意されていまして、チャットで2種類。ええ、ええ、LINE などと同じような、通常のチャットの他にプライベートチャットというものも利用できます。ほう。で、こちらはですね、高度に暗号化された通信になっていまして、うん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 。そのプライベートチャットに参加している2社間、うん。参加している端末からのみの操作に限定されるんですね、今度は。なるほどなるほど。で、このセキュリティはもう非常に高度に保たれてまして、うんうんそのうんうん。テレグラムによると、第三者はもちろん、うんうん。それからテレグラムの管理者でさえ閲覧ができないようなセキュリティレベルが保たれていると。
ですので、まあ、非常に信頼性の高い、まあ、インスタントメッセージアプリと言えるんじゃないかなというふうに思います。なるほど。ビジネスで、大手の企業とかは、やっぱりソーシャル SNS っていうのを、使えないとか、使っちゃいけないなんていうルールがあったりして、特に日本の場合は銀行であったり、大手の企業はそういうのが使っちゃいけないみたいなルールがあって、大変だと思うんですが、テレグラムは将来的にビジネスでも活用できるとかいうこともじゃあ狙ってるってことですね。まさにそうだと思いますね。はい。いや、僕も最近メールっていうものをだんだん使わなくなってきて、SNS でのビジネスでのやり取りっていうのが、なんか結構主流になってきてるんで、そういうテレグラムみたいなセキュリティが高いというふうに言われて、しかも管理者も見ることができないっていうのはすごいことですね。いや、本当にそうだと思いますね。We are not investment advisor and this video is for educational purpose. The DeFi work has a lot of risks, so please study with us.